やあみんな、ジュークだよ。今回はマキタのハンマードリル HR001G を修理していくよ。じゃあ早速本編行ってみよう。こいつが HR001G だよ。動作確認をしていこう。こいつは動作ジャンクと書いてあった。出品者曰く軸ブレと異音があるそうだ。とりあえずビットを入れてみよう。バッテリーを接続してっと。どうだろうか。回転数も変更できるようだ。見た限りだと動作音も軸ブレも許容範囲内に見える。分解してみよう。まずはビットホルダーを分解していく。スナップリングが取りにくいな。こいつはスナップリングが二重になっているようだ。スナップリングを外すとスプリングとボールを外すことができる。ハンマーのモード切り替えのつまみはハンマーの向こう側へ時計回しに回してやると外れる。カバーを固定しているネジ4箇所を外す。これでカバーが外れるはずなんだけど、部品が外れて落っこっちゃった。どうしよう。床がグリスだらけだ。これが落ちた部品だ。気を取り直して分解を進めよう。ハンマーの中間に銀色の粉がいっぱいついている。これが不具合の原因かな。ハウジングは前方のラベル側8箇所のネジを外す。ハウジングを開けてっと。ハウジング前方のレイアウトはこんな感じ。これどうなってるんだろう。さらにハンドル側のネジ6箇所を外す。またハウジングを開けてっと。これがハンマードリルのレイアウトだ。よーく覚えておこう。回路をハウジングから外していくよ。今回は回路に問題はないし、無理に分解すると元に戻すのが大変そうだ。
回路の分解は必要最低限にとどめておこう。外れた。ローターとステーターコイルを回路から外そう。ネジはなくさないようにコイルへつけておこう。他の部分に異常はないかな。ローターを固定している部品を外せば、ローターをハンマーから引っこ抜くことができる。ハンマーを分解して粉の原因を探ってみよう。モード切り替えのクラッチを固定しているリングを外す。そうするとハンマーを前後に分けることができる。この粉はどこから来ているのだろう。とりあえずリングを戻してハンマー前方側を調べてみよう。ハンマー前方側の中身はスナップリングで固定されているようだ。このスナップリングがすこぶる硬い。短いマイナスドライバーを使って叩き出すしかないようだ。やっと溝からリングが外れた。あとはリングを引き抜くだけなんだけど、これがまた硬い。今回はオーリング外しを使っているけど、できれば専用の工具を使いたい。取れた。外したスナップリングはダメージがあると思うので、組み立てるときは新品を用意しよう。さて、中身を確認してみよう。粉はついているけど、特に問題はなさそうだぞ。中身が割れてる様子もないし、軸側も大丈夫そうだ。
ハンマー前方に異常がないとしたらこっちだな。分解してみよう。まずはシリンダーを固定しているカバーを外そう。あれ、こいつネジの頭潰れてないか？頼む、外れてくれ。カバーを外してシリンダーを動かしている部品の軸を外す。そうすると各部品がバラバラになる。小さい部品はなくさないよう注意しよう。シリンダーの中に何か入ってる。こいつにも粉がついている。ひょっとしてこいつがシリンダーの中で暴れてたんじゃないかな。シリンダーの内側にも粉がついている。なんだかシリンダーに筋がついてるし、今回はこの辺が怪しそうだ。最後にシリンダーを回している入力軸周りを確認してみよう。ここは問題なさそうだ。今回は部品が多いからまずハンマーから組み立てていこう。シリンダーは新品を用意したよ。グリスアップして組み立てていこう。ネジにはロック剤を塗っておこう。軸を組み込んで、
シリンダーを組み込み、シリンダーが入らん。最初にまとめて組み込むのかな。一度軸を分解してまとめて組み込んでみよう。保護クリップをつけて、また軸を差し込む。あれ、シリンダーが抜けちった。抜けたってことは入るはずだから、入った。復元を続けていこう。軸を刺してクリップで固定する。次に全体を固定しているカバーを組み付けてやると、モード切り替えのクラッチを組んでいこう。ここはちゃんと根元まで刺さるよう確認しよう。こんな感じかな。次にハンマー前方の中身を組んでいこう。せっかくだからオーリングは新品にしよう。全体的にグリスアップしてっと。中の部品を軸に入れる。スナップリングは新品だ。これを入れるのがまた硬い。ある程度リングが中に入ったら、古いシリンダーを使ってリングを押し込んでやる。
シリンダーの中にあった部品が暴れて不具合が出てるのだから、この部品はこっちにつくんじゃないかな。出力軸を組み込んだらクラッチを固定しているリングをつけてやる。こんなもんかな。ハンマーを組んだらハンマーにローターをつけよう。ハウジングを組んでいくよ。回路をまるっとハウジングに組み込んでやる。えーっとどんなんだったっけ。これはもうパズルだな。入るところに組み込んでいくしかないな。これ何の部品なんだろう。だいたい回路がハウジングに収まったらステーターコイルを組んでいこう。ケーブルの取り回しが難しいぞ。
コイルにローターを入れないとセンサーがつけられない。できたかなあ。とりあえずハンドル側のハウジングを閉めちまおう。で、モーター側のハウジングも閉めると、あれ？ハウジングが閉まらない。なんでだ？ここの部品が干渉してるみたいだけど。はい、過去のオイラに聞いてきました。引っかかっていた部品のレイアウトはこんな感じ。よし、ハウジングを閉めるぞ。あれ？ネジが1本余っちまった。ここか。気を取り直してハウジングを閉めていこう。ハンマーカバーを組んでいこう。ハンマーカバーには割とがっつりグリスアップするよ。分解時に落とした部品の小さい方は先にカバーに組んでおくよ。そしたらハンマーへたっぷりグリスを塗り込んでやろう。グリスアップしたらモードセレクターの部品をクラッチの溝にかませてやる。そしてそのままカバーにつけてやる。モードセレクタはハンマーに引っかかっているだけだから簡単に外れてしまう。根気よく組んでいこう。カバーをつけたらネジを締めちまおう。
モード切り替えのつまみをつけるよ。最後にドリルチャックを組んでいこう。スナップリングで固定するのだけど、うまく入らん。本体がグリスで滑るよ。はいできた。試運転といこうか。試運転するよ。まずはドリルモードだ。穴が開いた。次はハンマードリルモードだ。すげえ出力だ。チゼルに変えてっと。最後にハンマーモードだ。あれ？バッテリーつけ忘れた。いい感じ。さあ、今回の HR001G の修理はどうだったかな？今回の修理はだいぶ泥仕合だったな。なんとか組み上がって本当に良かった。それじゃあまたね。